ご視聴ありがとうございます。今回は昨年12月に手に入れた道具紹介したいと思います。1つ目、シグネットのバイクツールセット 2208X シリーズ。自転車の EDC ツールという分類になるのか、ビットとアダプタ、ハンドル代わりのアーレンキーレンチにタイヤレバー2本からなるアイテムです。お気づきの方も多いかと思いますが、これはどう見たってあれ、スイスの老舗が作るあれ。名前すら一緒ですから、あれを意識したのは明らかな一品で、2社の間に何かがあったかと勘ぐってしまうほどの製品です。シグネットさん、これって良いのでしょうか。サイズはこのくらい、重量 120g。コンパクトに持ち運んで、使うときはアーレンキーとアダプタを取り出してビットを選択して組み合わせます。ビットの入り組みはこんな感じ。一般的な四分1ビットなので、好みに合わせて内容の変更は可能です。ビットには S2 の刻印がありますね。アジアでの製造でしょうか。プラスマイナスとトルクスビットは位置の問題か、ホルダーから若干抜きにくく、ヘックスの小さいのを出して裏から押し出す感じで取り出してます。ホルダーの横にはタイヤレバーが2つ。私の自転車、特殊なためかタイヤレバーそんなに重要ではなく、評価することはできませんが、カーボンノギスみたいな固めなプラスチックで力かけてもたわみは少ないです。バリはちょっと多め。手直ししてから使うのが良さそうっすね。さて、このバイクツール、びっくりするのがそのお値段。実売価格で800円ほど。本家1つの値段でこれが8つは買えちゃいます。ビット1つ買うにも100円かかりますから、破格のお値段で売ってるっすね。ちょっと良い自転車買ったけど道具が何もないとか、お家で使うかもしれないから道具を置いておきたいって場合に、この値段なら負担は少なく済みます。試しに使ってみてなかなか使いにくいです。四分1のこのアダプタが緩いんですよね。かなり緩く。こちらネジ緩めてないところに当ててみてますが、これだけ遊びが出てしまいます。比較としてビットホルダーとスピンナー組み合わせたものを並べていますが、シグネットはえらく遊びが出ているのがわかるっすね。これだけシンプルな作りなのに、この使用感の悪さはもう驚きでした。遊び取ってから回せばいいだけなんですけど、はっきりこれは使いたくないっすね。その他部分も本家と比べてみて、作りは2歩どころか3歩4歩は劣ります。まずはホルダーがいまいちで、逆さにして振っているだけでアーレンキーが落ちちゃいます。このアーレンキーの保持方法がマジでダメ。ただ刺さっているだけで、しかも他のビットやアダプタと比べてなんでかここだけ少し緩め。奥まで差し込んでもかっちりはしませんし、持ち手部分がホルダーと水平にならず不安な気持ちになるっすね。ヒップバッグに入れて持ち運んで外れてたってことはないですが、これはちょっと嫌です。このホルダーの出来だけでも私は選ばないなとなりました。ただパッケージに入って売っていますので、この辺の具合はわからなかったんです。購入前に現物確認することを強めに進めておきます。ハンドルとして使うアーレンキーが四分1というのもひねりないなと思いました。本家はアーレンキー 5mm が入ってまして、ビットでヘックスの 5mm を入れる必要がなく、一つ分余裕ができたところに 3mm のヘックスが入ってるんです。シグネットには 3mm のヘックスがありません。四分1のインチネジが回せるというメリットはありますが、そうそう一般的には使わないサイズですよね。その代わりに本家はアダプタが特殊な専用品となりますが、シグネットのアダプタも四分1のメスと同じように珍しいものですから、そうも変わらず。シグネットのこれ、本家の当て付けなのか何なのか。ジェネリックのプライヤーレンチなんかとはまた違い、オリジナルに対してリスペクトのない真似の仕方に見えてしまいました。これを出してきた真意というのは我々消費者には分かりません。何かのっぴきならない理由があるのかもしれないです。もしこれを出してきた意味がしっかりあるのでしたら、勝手なことばかり言いまして申し訳ありません。シグネットはリーズナブルに使える道具を多く出してくれますので、お世話にはなっておりますが、この製品に関しては、シグネットさん、これ大丈夫なんすかと不安な感想となってしまいました。お求めやすいバイクツール、シグネットの 2208X シリーズ。こだわりを持っている方にはおすすめしません。バッグの中に放り込んでおくなど、緩く持ち運ぶ方にも勧めません。極力予算を抑えたい場合は良い選択かもしれません。そもそもこの値段で売って儲かるのか、いろいろと勘ぐってしまうアイテムでした。2つ目、リジットのフレアリングツール377。フレア加工をするための道具です。フレアというのはこんなやつ。
パイプの端をラッパ状に広げる加工のことで配管の接合部分に用いられます。リジットはアメリカの会社リッジツールが展開しているブランド。赤いパイプレンチが有名っすね。プロ向けのブランドっていう印象を持ちます。私が作りたかったのはたった2本の銅チューブ。計4箇所フレア作ればよかったのですが、なぜこんな立派なものを買ったのかと言いますと、一般的なフレアとは角度が違うのです。こちらは37度用。エアコンなどで使う45度ではなく JIC という規格なのか、とにかく37度でして工具のラインナップが少ないのです。見つけた中で信頼できて買いやすくて一番安かったのがこのリジット377でした。実際にまず作業をしてみます。フレアリングバーを開いてフレア作りたいパイプを対応する穴系部分にセット。出代を調整したらヨークをパイプの上に移動して横のネジでしっかりと固定をします。ヨークの位置は線を合わせれば OK。 あとは上部のハンドルをぐりぐりと回していきます。そこそこ力はいりますね。ある程度回していくとカチンという音とともにクラッチが解放されますので、そこからさらに2回転回します。これでフレアが完成。逆の手順でハンドルを緩めて締め付けネジを緩めてフレアリングバーを開いて取り出せば綺麗なフレアのお目見えです。仕組みは単純。フレアリングバーの斜めに広がった部分にこちらは尖ったフレアコーンでパイプを押し付けて変形をさせていきます。力技な道具に見えますが、綺麗に仕上げる工夫もありまして、フレアコーンは変身して回るためかじらず均一なフレア加工が可能となります。対応するパイプの肉厚はコンマ9ミリまで。私は1ミリ厚の銅パイプにやってみましたが、綺麗にフレア加工をしてくれました。SST ということもあり、特に不満は感じてません。望んだ通りにうまく機能したので満足をしています。部品も一つ一つ設定がありまして、将来的に45度仕様にすることもできます。長く使えそうっすね。まだ使い始めて間もなく、また他と比べてという経験が少ないので、感動するほど素晴らしいところも感じていません。これから意見が変わったり、良いとこ悪いところを見つけたらまた報告をさせていただきます。一点、ヨークの位置決めについては若干の不安を感じました。フレアリングバーの線をヨークの縁に合わせるか、フレアリングバーの側面に開いた穴にヨーク締め付けネジの頭をしっかりと合わせれば良いのですが、配管が動かせない箇所で目視が難しい場合では使用者の感覚頼りな部分があります。この位置ミスったまま回していくと壊れる可能性がありますので、習熟度を高める必要のある道具ですね。それから願ってほどではないですが、ハンドル部分はラチェット機能がないことを理解して選びましたが、これはあってもよかったかもとは思いました。作業に力が必要ですが、ハンドルが力がかけにくい位置で止まってしまうことがあるのです。ラチェット機能があればハンドルを力入れやすい位置まで持ってくることが可能。なくてもなんとかはなりますが、ラチェットはあった方が作業は楽になりそうです。リジットのフレアリングツール377。素人が一発目でちゃんとしたフレアを作ることができました。DIY には十分すぎる製品でしょう。評判を見ていますと耐久性にも定評のあるアイテム。用途に合いそうでしたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。